台釣れた。スープ超うまそう。まさにイエーイ。めっちゃ豪華や。現在地がじゃあありますよ。明日何時起き？6時に頑張って起きるかな。那須高原で疲れ果てました。お、超空いてる。なんか空いてる。あ、よかった正解じゃん。寝やすそう。こんなん久しぶりや。混んでるとね、エンジン音がうるさいったいね。満タンでスタートしてきて半分ちょい残ってるぐらい。燃費はリッター 8.8。これ今日クーラーいらないわ。外22度、涼しい。中は 26.4 度。何もしないでこのまま寝ようか。今日は換気扇もつけず。明日は早起きしてさらに北上します。ちょっと今回ね、前作ったこの2連の換気扇だと、このキャラバンの広さだとちょっと不十分だって分かったから、パワーアップさせる。もう一声欲しい。もう一声欲しい。暑すぎるんで冷房入れます。俺のこのニンニクマシマシの出番待って。ニンニクラーメンにはニンニクだよね。食べ終わって 30.6 度に下がった。あれ岩手山。あれか。深夜割は適用されてるはずだよね。電気を左方向に。ください。通常車両などの。それならありがとうございました。大きさをチェックするときにさ、印つけるやつが商品の198円。入れちゃって。馬なんか寝たい。腹パンパンに太ってる。まだ雪があるんだよ。すごくない？すごいね。ただいまの気温30度だって。東北来たからって涼しいわけじゃないよ。先に受付のところがある。ああ、そう。バスみたいな。バス。源泉が変わる。源泉が今年の11月に源泉が変わるらしいよ。だから今のお風呂に最後だね。入れるのはね、多分最後かな、私。お、温度計が出てる。自由が乳頭の湯がよかったっしょ。最高でした。硫黄好きにはたまらん。硫黄じゃない方も良かった。うん、そうそう、茶色い方ね。乳頭キャンプ場。手前の方が確か電源付き。どれがリンカがよくわかんないから行ってみよう。前行った時はもう同じ林間サイト。林間サイト、電源なしで。めっちゃ広いね。そうなんよ。これ全部オートサイトじゃん。そうだね。多分ここは電源付きのサイトかね。そう、最高すぎんここ。めっちゃ広いよ、ほら。こんなよ。イエーイ。ドゥーン。でかくね。本当はバリ行った時にガイドにお土産でこれ持ってこうと思ったんだけど、税関で引っかかるからこれ持っていけなかった。こちらニューアイテムになります。
あ、それすごい楽しみにしてるやつだ。そうブルックリンアウトドアカンパニーさんの椅子です。俺らずっとボロッボロのさ1000円ぐらいのちっちゃい椅子をここ10年ぐらい使ってたけどさ、10年も使ってたか。10年は盛りすぎか、5、6年は使ってたじゃん。ついに世代交代が行われます。なんかねこれねすごい椅子、気持ちいい椅子。気持ちいい椅子。4日かかれるんだよ。4日かかれるし枕がついてるっていう。若干組み立ては時間かかるんだけど、こうやってこれ気合い。これが結構力が必要なんだよね。よいしょ、できた。これにね、なんだこれ、枕がついてるんですよ。これが肝なんだよ。人ってな。これねいただいちゃいました。いやこれ最高でしょ。いい。なんか全然なんか包み込まれてる感じがあるんだよね。預けられるの、体を。その椅子尻に回り畳んでこんなコンパクトになるのやばいよね。ありがとうございます。よし、じゃあ換気扇の第2弾をね作ります。 DIY 換気扇回。2個固定されてるやつを買ってみた。で今回はこれを2個使って4連にして吸気にしてみる。吸気にするっていうのは窓がこうあって中外だったら外から中に空気が入ってくるような換気扇を作る。この前は排気で作ったんだけど、これを寝るときにベッドの横の窓にこうやってつけたら多分すげえ勢いで涼しい風が入ってくるんじゃないかなって思ってフォーレックスを買ってきたんで、あと今回は前の動画でコメントもらってネットをつけるといいですよって言われたんで、このダイソーのネットを間に挟んで虫の侵入を防ぐ遮光ネットっていうやつで、あれ外からも見えにくくなると思う。前結構さ丸見えだったじゃん。見えてた。意外と換気扇って中が透けて見えるんだよ。ちなみにこれが先代のやつで、これはこれで料理の時用に使おうと思ってる。廃棄するのは料理の時にめっちゃ使えるから。直径12センチなんだけど、前回はこれ12センチだからって12センチの穴開けたらちょっと大きくなっちゃったから、今回は11センチの穴でやってみます。うまそう。あ、一切加水してません。野菜の水分だけで作りました。できたー。やった。夕飯の後に試してみよなんと22度。う。もはやちょっと寒いんだけど私。うん、ちょっと寒いね。もはや換気扇いらないかもしれない、これ寝るとき。それは言ったらいかん。待ちに待ったお酒を。乾杯。これね、致命的なエラーが分かっちゃってね。というと、なんかネットが邪魔でファンが回らない。よし。できた？できた。せせーの。きたー。おー、来た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 。やったね。イエーイ。できた。で、なんか。あ、めっちゃ涼しい空気入ってくるわ。これ中見える？まあまあ見える。でもないより全然いいとは思うよ。これ涼しい、超涼しい。涼しいよね。排気よりこの吸気の方が涼しさ的には全然。外の空気ダイレクトだから。これ多分すごいよ。ずっとつけててすげえ寒くなって止めたんだけど、止めたらねまた若干あったかくなってきたもん。ここもうね、外が寒いからさ、クーラーの風みたいだよね。言うたらもうクーラーの風みたいな冷風がバンバン入ってくるんだよね。もうさ、なんか涼しいもん。外は涼しいけど車内が激アツっていうことが多くって、真夏って
ってその外の涼しい空気をここから強烈に取り入れるっていうのができるからクーラーなくてもある程度これでいける説が今濃厚なんだよね。夜はいけんじゃない？だいたい昼はこれで無理だけど昼はもう暑いからもうどうしようもないよ。ここに空気で前のところに排気を取り付けたらすごい勢いでこういけそう。循環するじゃん。ちょっと暑いところ行きたいっすね。車内で今 23.5 度だもん。お外から見たらこんな感じ。ちょっとテープがダサいけどしょうがない。洗濯機まである。ゴミ捨てれんのいいね。大変ありがたい。ただいまの気温24度。寝るときね、寒かった。寝るとき寒くて俺、寝袋かぶってたもん、もう一個出して。産直で買った手作りパン。公開できる。入った。夏初めて来たわ、田沢湖。あ、本当。私はその一人で来た時に泳いだ田沢湖で。砂浜が白いんだね。うん。これだ。これだよ。お久しぶりです。バター餅を買いに来ました。声でかい。張り切っちゃってさ。本当だよ。これですよ。北バター餅ってのがすごいから、ほら添加物入ってないんです。これもだよ。これも欲しいね。250円。あそこジビエ売ってんだよね、確か。うまいけど今回はちょっといいか。これすべて北バター餅のこの日本バター餅協会のこのシールが全部貼ってあるから満足。この旅試食はよろしいで大すか？人買い。大人買いいっぱい。ですね。 1,2,3,4,5,6,7 個8個じゃないと。8個か。はい、今ちょっとお腹空いたから。開封させていただきます。なんかさ、最初さ、なんかバター餅っていうのがあるらしいよって言って、あ、それ海子さんがねそう気づいたんだよね。見つけて食ってめっちゃハマっててびっくりした。はちょっと食べていいですか？い、どうぞ。いただきます。これですよ。変わらない味。いろんなところでバター餅売ってんだけど、ここのこのバター餅がね最高にうまい。これ語り部。お、これか。これを食べに来た。野菜もある。くまくま園のくま。美味しそう。やこれが噂の比内地鶏さん。ばい。地鶏だよ。超うまいよねこれ。トロットロ。卵がトロトロやな。トロットロでうまいね。
これはね俺の去年買ったやつなんだけど、ここに兄弟がいるんですよ。ほらめっちゃある。兄弟。車内暑くなっちゃうんで、このバター餅と野菜をね後ろの冷蔵庫に入れる。10度でいいんじゃない？ 10度ね。ドン。磯目とオキアミゲット。海が来たー。風車超いっぱい。ちょい投げ仕掛け。あ、それ100均の？そう、上州屋でこの仕掛け見たら400円ぐらいで売ってた。あ、ダイソーさんさ、もうやりすぎ。うん、上州屋が高いんじゃなくてダイソーが安すぎるんだ。そうだ。へえ。磯目ちゃん、こいつ長いからブチッと切ってちょっと巻いて糸張って5秒から10秒ぐらい待って、ほんでまたちょっとこうやって繰り返す。そこをずるずる引いてくる。岸寄りにいるんか。いる。今ブルブルした。ほら、ちょっと巻いてみるか。あ、釣れてた。マジすごい。綺麗だね。やった。こんな簡単。こいつがずっとプルプルしてたんか。やったー、ごちそうじゃんこれ。ダイソーのやつで釣れましたと。そこの色が変わるところでクンクンってきた。びと濡れ。雨が。来たです。来た。あれ？あれ？うぐー。ちっちゃいの釣れた。2匹目。丸飲みだ。来た。おお、来た。結構これがっつり来た。ちっちゃいキス。あったけー。寒かったやろ。超寒かった。大丈夫かなと思ったもん。限界だった。いただきます。飯であったまろう。うん。肉。キス釣れちゃったよ。結局何匹釣れた？7匹ぐらい。結構釣れたね。でもね、ちっちゃいのばっかりだった。一番最初に一緒に行った時釣れたのが一番でかかった。ああ。どうやって食おうかな。うまい。ちょっとありだよね。土曜日までずっと風が強いんだよ。なんか雨だし、サップ釣りしたいんだよ。磯釣りか。男鹿半島でさ、磯釣りやろうと思ってたんだけどさ、ずーっと風が強いんだよね。今週釣りできなくてもサーフィンできればいいやって思って、明日サーフィンできるかなって思ってたんだけど、もしかした
したら怪しいしさ、極上の波でサーフィンするか、無風の海でサップ釣りをしたい。佐渡に行くまでは。で、佐渡に行って、でかいヒラマサを釣る。あ、結局8時までなんだ。バイバーイ。岩手牛乳いただきます。今日もお疲れ様です。深井です。湿度が高すぎて、すっげえジメジメするから、あれしよう。冷房入れよう。でもここにしか干し場がなくてどうしようもなかったんだけど、釣りでずぶ濡れになった衣類をここに干してます。で、これは占領されたから、今度はタオルはこっちに干してるっていうね。今日もお疲れ様です。6月27日火曜、今日からも風が強くて、明日はもう日本海側すべて爆風、強風。木曜はちょっと弱まんだけど、金曜も結構強いでしょ、土曜も強いでしょ。一方で太平洋側はこの落ち着きようなんですよ。悩ましいよね。なんと快適になった。冷房を入れたら太平洋方面にいてもう釣りしまくるっていう案もあるんだけど、それだと金と体力と時間を膨大に消費する。単純に移動時間が長すぎる。今回は佐渡に行きたいわけだから、太平洋側行って日本海側に戻ってくるっていうのも相当な移動になって、かといって北に行く案はないでしょ。ない。そう考えたら南下を早める。で、今それ最有力候補な。海子運転でさっきの場所に戻る。雨降ってるか、おトイレの横に。そうですね。トイレ横車中泊。シャキン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 。今日釣れたキスをね、先に下処理をしておいて、明日生で食う。生これなんかなんて言うんだっけ、背越し。なんかね、ちっちゃいキスをその胴体ごと輪切りにして生で食べるっていうのがあるらしくて、めっちゃ興味あるんだけど、私それでやってみようって。今日のところは内臓を取るまでやる。最初に釣れたのが20センチはないな、15センチぐらいか、一番でかいので。こちらが本日の超過。1234567。ベリベリ美しい。ここから中堅サイズ。なんと美しいお魚でしょう。How beautiful this fish is。ラスボス登場。こいつダントツだ。キス釣ったらこんぐらいのやつしか釣ったことないよ。あんなちっちゃいの初めて釣った。これだったらちょうど天ぷらでうまいぐらいの大きさだな。雨やばくない？なんて美しい。鱗が飛び散ったんで、やっぱ自分で釣った魚は最高に嬉しいね。久しぶりに魚さばいたわ。全然釣れねえんだ。だいぶちっちゃくなっちゃった。ちっちゃくなったね。だいぶちっちゃくなっちゃったけど、これを明日から堪能する。トイレ行くんですか、今から。決死のこの大雨の中、まあ一応傘あってよかったね。いや、よかったよかった。洗濯をしたいので移動。湿気がすごいね。多分濡れた服のせいだと思う。濡れた服も干しとるしさ、もう車内の湿気がもうすごい。生ハゲモール。ああ、そ
そこか。カフェとか書いてある。何？80点。見た目。 80点。久しぶりに作ったけど腕は落ちてない。ついてんの？それもお茶飲めるのすごくうん。至れり尽くせり。止まっていい。無限に入る。手前に車止めて歩いてこの堤防入るんだ。この川沿いにこう2本伸びてるの。本当だ本当だ。今ちょっと荒れてて無理だけど、うん。すごくいい釣り場らしいんですよ。へえ。いや道の駅だな。ここも生ハゲだね。ここすごいね。見た？うん。シャワコインシャワーあった。ー。しかも超綺麗じゃなかった？あとね、物産館も面白かったよ。4連の力を見せつけてやる時が来た。これでこっから吸気してそっちから排気すると。ちょっとかっこ悪いな、このテープがちょっとかっこ悪い。これはもうバッチリ。焼きそばを作るんですね。はい。で味噌とひき肉で、そう味付けは味噌にします。あ、もうすでにこれうまいですね。ちなみにバッテリーは 86% まで減っている。昨日の夜結構クーラーを使って、今日はそんなに移動しないから走行充電も見込めないし、空も曇ってるからソーラー充電も見込めないので、あと 2,3 日この辺で過ごしてどうなるかっていうのも気になる。味噌焼きそばできた。いただきます。いただきましょう。焼きそばのいいところは麺を茹でなくていいところ、味付けを自分でできるところうんうん。で、うむこさんおっしゃってました、はい。いこの前。ただきます。うん。うまっ。うん。いいねこれ。うん。味噌味もいい。うん。これうまい。これ初めてだね。味この噌味味はね。うん。初めて。なんかインスタントラーメンよりも不純物が少ないしね。ソースが市販のものを使わない分余計なものは食べないっていう感じかな。ごちそうさまです。ごちそうさまです。いろいろゲット。あれなんて読むんだろうね。なんていう意味なんだろう。ヘバマンツ。これなんていう意味？本気当にをつけてな、わかる。気をつけてな。安全運転で、ね、帰ってってことでしょ。まあ俺らは帰らないけどね。もうまだまだ帰らん。全然帰らないよ。男鹿半島に入った？ちょっと釣りしたいからね、港に行ってみましょう。うん。そう、食料ゲットしたい。さっき道の駅で視聴者さんに話しかけられて、ありがとうございびっくりします。ありがとうございます。全く俺撮影もしてなかったしさ、ただ道の駅で一人で歩いてただけなのにさ「達夫さんですか?」って言われてさ、なんでわかったの？しかも若干いつもと違う長ズボンとか履いてたのにさ、ああ、そうね、そうね。だいたいタンクトップで分かった。ありがとうございまありがとうございます。す。地元の方だった。スイカっぽいが完全に風かわしてるね。ない。なんて快適なんでしょう。タモ網忘れたな。大物がかかったら大変なことになっちゃう。しまったな。本当は浮き釣りがしたかったんだけど、浮き釣りの仕掛け置いて忘れてきちゃった。突っ込みさびきにするか。そこまで沈めちゃう。
ぶっこみさびきでぶっこんでみます。ぶっ込まれた。あ、浮いたわ。沈まねえやこれ。ぶっ込めてない。そう、ぶっこめてない。こいつに変えよう。こいつなら沈む。ぶっ込み。投げてみる。うん。オッケー。そうするとそこまで沈むはず。来た？なんだ？お、アジが釣れた。アジだ。やった。やった。イエー。ちょっと待って。アジ釣れたじゃん。やったー。やったー、アジ来たー。一投目で気負った。かわいかねー。あ、やる。できる？うん。あ、こういう時のこれ。ほら。あ、ごめん。チャーリごめん。おめでとうございます。わ、かわいいこのアジ。いや、アジが一番釣りたかったんだよ。当たり分かってたじゃん。来たの。うん。根がかりもしなかったね。本当だ。なんか根魚とかシーバスとかいたらいいな。あ、いいね。あれ、うお、やばい、フォールで食った。フォールで食ってた。なんか何が起きたの？え？何が起きてる？お、アジだ。アジ、うわー、でかい。え、すげえ。やばい。でかいアジ来た。え、やった。あ、てか海子のフィッシュグリップ大活躍。ちょっと静かに。あ、アジちゃん。マジか、衝撃なんだけど。いや、一旦生かしといていいと思う。え、やった。ちょっと持ってやろう。これ群れでいるぞ。やるぞマジか。落ちパク。こんなん久しぶりだわ。また来た。すげえ。おお、アジフグ。すごい。ちっちゃいアジ。来た？マジか。バケツを海につけようと思ったのに。すごいね。海子爆鳥じゃんか。じゃあ俺もダイソーのジグサビキで。アジって嬉しいよね。でもうまいからね。それさ、南蛮漬けにちょうどいいんじゃない？その味ね。俺が釣ったのは刺身でいける。また来た？いや、釣りはそんな簡単じゃないよ。お、あ、来た。なんだろう。お、なんだ。来たぞ。ブルったぞ。そこそこあるよこれ。それか2匹ついてるか。これアジな気がすんな。何が来たの？おー、でかいアジ。お刺身要員来た。シグリップ、こちら大丈夫ですか？イエーイ。すごい。嬉しい。
おお、満載満載、いいえ。あ、ぬるってした。すでに大量ですよこれ。ちょっといいサイズじゃん。切れる？切れる。お、いいね。めっちゃ血出てるっしあ、血出てきた。ょ。イエーイ。大量。短時間で勝負に勝った。なんと海子さんはね、12匹も釣ってたよ、アジを。やった。俺は2匹。初めてだよ、こんな大量。確かにね、今までだってイカしか釣ってなかったもんね。怒涛のさばきタイムに入ります。14匹いるからな。まず南蛮漬け要員のアジさん、小アジさん。大切に。幸せだよ、こんな魚をさばくなんて。20センチオーバーだね。いいね。まあですよ、20センチあれば。結構幅があるよ、これ。いいよ、これ。まあ、刺身にするから鱗取らなくてもいいんだけど、皮剥ぐときに鱗がベリベリ飛んでくるのが嫌なんで、今剥いじゃう。ほら、メス。卵だ。あ、3枚おろすまでやるって言ったのに、その先もやっちゃった。この工程は結構直前にやった方がうまいんだよな。まあいいや。じゃあ、いただきます。うまっ。いやはや楽しませていただきました。釣りしてる時間よりさばいてる時間の方が長かった説あるから。間違いない。風呂は小川の温泉に行こうと思ってたが、さっきの道の駅にさシャワーがあったから、そのシャワーでいいやって。そうね。道の駅戻ってきました。やべ、ちょっとこぼれた。炭酸終了。乾杯。乾杯。お疲れ。今日はね、素晴らしい日でした。アジがいっぱい釣れて。くーウィー。背越し用に。背越しね、昨日釣ったキスをね、キスとアジのコラボレーションが実現する？もしかして。このチャンネル史上初じゃない？キスは。あ、だね。アジは結構出てくるけどさ。貴重な身が。てか俺筋トレしないとな。最近実は運動不足でやばいよ。体を動かしたいよね。俺さ、家いる時ほぼ毎日さ、サーフィンか筋トレは絶対やってるの。それが旅に出た瞬間に全く運動してないからね。今日で4泊目で4日間何もしてないんだよ。やばいよ。やばいやばい。塩を振って胡椒を振って片栗粉ちゃん。銀玉に片栗粉ちゃんって言ったよね。塩水を作りて塩水作りてキスをつけにけり。おじゃん。で冷蔵庫に5分半塩水に浸すことで何が起こるのか。浄化されるんじゃない？たまらんっしょこれ。すごい。まるで野菜を輪切りにしてる。ネギ切ってるみたいな勢いでさ、感じですね。キスを切ってるけどさ、いいね。あ、結構できたんじゃない？あ、結構少ないね。貴重な。まあ。キスちゃん。多分ね、皮から焼いた方がいいかもっていうコメントがいっぱい来ると思う。それはわかります。身の方にチーズとこれ乗せたいからこっちから焼き始めたんですよ。あ、なるほどね。そういう理由があるならいいんじゃない？そう、多分料理詳しい人多いから、いつもコメントくださってありがとうございます。これ完成。完成。あ、チーズがちょっと溶けてきたね。
この音この音。これ海子さん釣ったやつだから。うん。黄色い白い。めっちゃ豪華や今日の夕食。いただきまいたす。だきます。こりゃうまいな。一番うまそうな部分を。うんまっ。じゃ白子もまっ。じゃあちょっと薬味と一緒にいただきます。ほぼ薬味じゃねえか。いただきます。あ、うまっ。あ、やばい、うまい。骨全然食べれるね。骨いけるね。うん。いいじゃん。うん。瀬越くん。プリッとしとる。おお。アジキス丼ができたよ。これ真ん中のウニに見えるけど、これアジの卵な。アジキス丼ができました。こいつは極上だ。しそチーズ焼きと言ってみる。いただきます。うまっ。いただきます。オンザライス。うまい。うん。合うね。合う。これうまい。めっちゃうまかったけど、もう終わり。これもっと食いたいね。ちょっとまたキス釣ろっか。キスがね、すごかった今の。なんかふわふわなの。ふわふわ。ふわふわ。飯がうまいと酒が一切進まないっていう現象があるよね。はあ。これうまいわ。鶏もうまい。魚と同じぐらいうまい。うん。200円チャレンジ。なんかそれ気持ち悪い。お風呂行こコインシャワーがついてう。る。なんと200円で5分か10分。バイバイ。100円玉2枚入れたんですけど、多分1枚目に入れた100円玉が反応しなくて1枚しか入れてないことになってるんですけど、水出ないんですけど、最悪やこれ。シャワー出なくて。あー涼しい。海子運転で移動。小川原最高でした。海っぱた。小川半島の先端。これトイレだね。素晴らしい。電気ついてるよこのトイレ。トイレチェック行く？トイレ行こう。どっちがどっちか分かります？あ、右が女子。あ、間違えた。ラストが入ってた。ごめんなさい。あ、極上ですね。回る形式のドアって時点でもういけてるもん。おやすみ。おやすみ。おやすみ。なんかね、暑くて寝れないと思ったら、気温はそんな高くないんだけど湿度が高い。 75% も。クーラーを入れます。なぜならこのクーラーは湿度を下げる働きもするんで。 77% か。まあ大丈夫っしょ。おはようございます。快適です。バッテリー 66% になってる。それ夜中すっごい雨降ってたよ。とんでもない音鳴ってたもん。
チーズジャム。軽く運動不足を解消してね。浅い島があるね。満潮で埋もれそうな島がある。あれは北を指していて、これが北緯40度のライン。ノースラティテュード。今日の作戦を考えたぞ。昨日の下見行った釣り場は風が入ってうねりがあるので、ちょっと厳しいね。そこは今日はやらない。今日は男鹿半島をぐるって回って、南にこう、南の方に行って無料のキャンプ場でアジの南蛮漬けを作る。で、もうさらに南下していって山形県にいや、山形はまだ入らない。入らない。この港すごいんだよ。なんかこう海に突き出てるんだよね。で、しかもこれトイレと駐車場があるっていうなんかミラクルな港でね。ちょっとアズイのメンテナンスするわ。あ、メンテ入りますか？うん。結構。港ですね、これは。戸川湾っていう枝みたいな湾がある。へえ。本当だ。ぐるーんって。トイレ付き駐車場。駐車場だ。およそ200メートル。水族館のところからこう続いてる磯の先端がいい気がするんですよ。めっちゃ綺麗。ゴジライオ。あー、見たなんか。ウイスキー用ボトルからのスーパー。猫がいる？あ、猫だ。忍び足で。猫さんがなんか狙ってるね、今ね。なんと無料キャンプ場。連絡は必要だね。そこに駐車場があって、その横がキャンプ場。水汲み場、焚き火塔で、俺らはこの5番だけど、ちょっとそこは使わないで炊事場だけ使わせてもらうか。運び込みのために車で入れるらしいんだけど、ちょっとキャラバンでここ走れる自信はない。さっき100均でこんなのが売ってたから買ったんですけど、排水タンクの消臭に使えんじゃねえかって思ってぶち込んどきます。この辺に入れとこう。そしてあとこの調味料ボトル。美味しいハイボールを飲むのにこれも冷やしておきたいんだけど、このボトルだとでかすぎるから、あ、意外とできた。ウイスキーボトルいいじゃん。これ冷蔵庫に入れるとっていうのと、俺ちょっと筋トレしたいと思ってて、シェイカーもダイソーに売ってたから買ってきた。換気扇がもうちょっと短くした方がいいんで、っていうのと、ガムテープダサいから外しちゃおう。ガムテープの跡がついちゃったから、サーフィンのワックスのリムーバーで。これちょっと試そう。もう茹でないでいい麺を使います。結構美味しそうだよね。よし、装着テスト。いや、来た。バッチリ。よかったあー、いい風。網がある時よりいい風入るかも、これ。デュアル換気扇。お、捕まえたか。夏っぽいね、これ。うん、しかも超簡単なんだよね。うん。8。うん。
朝60何パーまで減ってたやつが今75パーまで増えてる。うん。ありがとう。地のりをね。玉ねぎいっぱい食べたいっしょ。いっぱい食べたい。ね、超美味しいもんね。砂糖。少々。醤油。適当な分量。一番重要なのはね、味なんだけど、この野菜も同じぐらい重要だから。なんなら別に味入れなくてもこれだけでもうまいっていう。ないかも。猫ちゃん。美味しそうに上がってる。おー、いいね。アジーの航空写真。一人一袋ってこと？これもしかして。そら贅沢だね。気温はそんな高くないけど湿度が 74% とか。ようこそ由利本荘市。この辺で車中泊したんだ。ほんとめた。ただ今日は風呂に入るだけで。あ、サーファーいた。いるよね。この旗は前はなかった。手頃な M サイズ行ってみるか。ちょうどいちごジャムなくなりそう。シナモンイチジクとかもそうね。これうまいよ絶対。うなぎどじょう鶏き。それ欲しい。何これ何？それ欲しい。餃子ニンニクとニラの合いの子。すごい。あと奥にレストランもある。今日はあそこにあんなとこ車走ってるよ。温泉もあるからね。港のバイバイ。要素のちょっと刺激臭みたいのがあって独特の泉質で超気持ちよかった。ファミマの牛乳。もしもし。最近って営業再開されてますか？よかったです。最近って超過どんな感じですか？はい。たまに連れてる感じ。来週お願いしたいんですけど、また連絡します。はい。ありがとうございます。クーラー最高。気持ちいい。超快適な湿度と温度まで下がるからね。あざーす。クーラーさん、あざーす。外別に今日の風とか関係なくできそうだね。そんな荒れてないね。意外と混んでるって。結構人いるね。要塞こうなってるんだこれ。はあ。全貌を表した。なんかほら、あれトイレかな。トイレね、なんかウォシュレット付きらしいんだよ。船の近くは多分ね、邪魔になっちゃうかな。漁業の人が。こちらにおトイレがありました。何か釣れました？投げ釣りですか？うわ、面白いここ。見た目やばいじゃん。やばい。それやりたくない。なんかすごい岩みたいなのがある。今踏んだ？でかい？いや、これ多分またいじゃった。どんぐらいでかい？現在地が。すげえ場所にいる。現在地がやばすぎる。釣りしよう。
こいつの出番だよ。これでいつでもキンキンのウイスキーが飲めるんです。このちょろちょろ具合もいいね。ワイルドなやつが酒飲むやつみたいなのね。いいじゃんのなかったね。次会ったら買おうぜ。くー。明日ちょっと海入ろう。海子も入る？入る、もちろん。2日目の味はうまみが増すからね。いやー、残念なことにね、ここの漁港はね、釣れそうな場所が全て立ち入り禁止なんですよ。完成。このね、橋桁がね、風を遮ってくれてる。そうそう。じゃあ、本日もあずいをいただきまいす。ただきます。渾身のあずい。うめっ。うまい？この上ないうまさ。あ、南蛮漬けも忘れてた。今日お昼に作った南蛮漬け。玉ねぎうまっ。いただきます。おお、最高。うめえ。絶妙な小ささ。南蛮漬けに最適なサイズ。このね、玉ねぎがね、米と合うんすよ。これは最高。味三昧。味三昧。ほら。ここにも生の味がいるし。味三昧丼。もうちょっと綺麗に持ってほしかったな。南蛮漬けのいいところは、骨まで食えるところだね。あ、そうだね。寝るんですけど、気温はそんな高くないんだけど、湿度が高くてもめっちゃ蒸し暑いんで、海子さんにはもうあらかじめクーラーフォーメーションで寝ていただいているので、これでクーラーを入れて寝ます。風量は最弱で。おはよう。寝坊。波なくなってる。なんかこの西目っていうところが35点ついてる。波情報。サーフスポットな。そう。行ってみようか。行ってみよう。多分そこもね、そんな悪くはないんだけどね。混んでる？混んでる。全員ロングボードだから、多分俺入っても乗れないと思う。雨がすごくなってきたね。星原もねえよ、でもこれ。原はなさそう。その奥は怪しい。非常に膝まあ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 、 35点は早朝で終わっちゃったのかな。そうかも。あ、俺がやってあげるよ。自分でやんないと。一個やらして、本当にやりづらいのかもしれない。やってみて。いや、これね、硬くてさ、私いつもほんと上手にできないんだよ。あ、てかこれ入らないよ。貸し切りよ。ここ遅い。めっちゃ気持ちいいね。東北の日本海側なのにこんなシーガルでも余裕で入れるのすごい。シーガルしか持ってきてねえんだけどさ、波がね全然良くないけどね、とりあえず入れてよかった。
なんとまだ9時なんで朝飯でも食うか。でなんかさ、湿気がやばいからさ、やばい。除湿のための冷房、なんとバッテリー初の 50% 台になった。叩き出して。59%。昨日橋の下にいたから朝のソーラー充電がなかった。しかもね、今回ね、いつもと違うの、後ろの冷蔵庫も動かしてるからね。そうだね。で、普通に毎晩のように冷房を入れて、でもこれだからね。そう。しかも天気はずっとね、曇り雨なんですよ。はい。一回も晴れてないの。だから本気のソーラー充電はできないんだよね。うん。パンがもう、あと、ああ、カビ生えてる。この部分だけ取れば。いわきの道の駅で買ったシナモンイチジクジャム。完全無添加の。茶色い。マユ。私も興味ある一口。まあいいよ、俺が食わせる。マユだね。ちょっとパドルしたからプロテインが。私愛用のきなこプロテインっていうね。要はきなこです。メジャーどころのプロテインさ、添加物がやべえんだよ。そうかな。甘味料がもう甘味料種類ぐらい入ってる。それを見てドン引きしたので、私はもうきなこで行くことにしました。ダイソーのシェイカーでね。なんか体を動かすとやっぱ全然違う。調子いい。九州の人は調子いいじゃなくて調子よかって言うんでしょ。調子のよか調子のよか。こうやってね、旅先でも重要だからね。うわ、ダイソーのシェイカーこぼれやがった。ダイソーのシェイカーめっちゃこぼれんじゃん。これ閉めてもこぼれる。閉めてもこぼれる。あー、うめえ。きなこミルクってね、最高にうまいんすよ。湿度 10% ぐらい下がった。すごい、やっぱ全然違うわ。超でかいゴミ袋。ああ、いいね。よくあったね、こんな。うん。完璧じゃん。多分それゆうちゃんタトゥー。これ俺？私やっとらんもん。あれかな、大物が釣れた時用に取っちゃった。あ、そういうことか。山形ラーメン。なんかね、山形ラーメン結構ね、うまいんだよ。山形ってラーメンの消費量日本一なんだって。そうなの？今回は山形市じゃなくて酒田市のラーメン屋に行こう。海子ドライブ。山形に入った。雨やばすぎ。卵入りワンタン。俺スタミナだな。いただきます。超うまそうじゃん。美味しそう。やばいね、超美味しそう。あー、なんかごまだれスープみたいな。ごまだれ。こっちは？こっちはね、なんか透き通ってる。こっちはスープが透き通ってるんだけど、こっちはね、ごまで。ほんとごまの香りする。こっち。おお、醤油だ。うまい。ちょっとね、俺こっちの方が好きだから交換してもらった。ピリ辛だからちょっと辛いんよね、これ。苦手やね。ごちそうさまです。全飲みしてる。ちょっと待って。ちょやばい。背中濡れた。傘小さい。ちょっとあそこまで一瞬で行かないとずぶ濡れになるよ。山形牛乳。
バイバイ。勘弁してほしいんですけど、今日の夜にかけて爆風が吹きます。明日の朝は弱まります。いいところじゃん。うん。到着到着。強風が吹いてるからもう逆向きにしてスライドドア側をかざしました。吹っ飛んだら悲しいよ。ここにかけときゃ大丈夫。うんま。今日買った甘エビ。ね、ネズミガ石。ネズガ石。ネズガ石。直送。ネズガ石ってこの先にある、ちょっと俺気になってるとこ。あ、マジ。お疲れ様でした。今日もいい一日だった。サーフィンして食って寝て風呂入った。山形ラーメンを食べた。あ、山形ラーメン食べた。お疲れ様です。お疲れー。ね、めっちゃプリってしてない？うん、剥く時点で意外と剥くの難しい。いや、あれを思い出したの。南蛮エビ。これ南蛮エビじゃないの？要は甘エビです。これはどう違うの？知らない。サップ釣りはちょっとやりたくてやれてない。まあでも今日はね、ニンニク味噌焼きですから、ちょっと水加えて塗りやすく伸ばしました。こういうの熟練の人がやったらクソ早いんだろうな。超楽しみなんだけど、やばい。完成。今日は雨で爆風なんで、バイザーがあるところをちょっと開けて、であとこっちをちょっとだけ開けるか。ここを開けるともう風もだけど雨風が入ってきてどうしようもないんで。跳ねてる跳ねてる跳ねてるから。お、ご飯炊けた。おー、めっちゃ雨風入ってくる。おー、うまさー。はかどってます？はかどってる。すごいのができました。すごいですね、これ。でもまず甘エビからだよね、これ。どう見ても。エビ。うめえ。エビうめえ。うめえ。うまっ。いただきます。ニンニク味噌焼き。これスプーン必要。ちょいちょい揺れるよね、車が。うん。揺れるし、どんどん言ってる。ちょっと昨日ね、あんま寝れなかった。そうだな。途中で目覚めちゃった。なるほどね。暑いとかじゃなかったんだけど。やば、めっちゃ綺麗。そっか、西側だから夕日が見れるんだ。なんか橋がライトアップされてるね。綺麗だね。ゆら漁港。今日は牛島くん読まないで早く寝よう。いつも早く寝てください。昨日も多分そのせいでよく寝れなかったんだよ。ここ心霊スポットらしいよ、その島が。いや大体あるでしょ、そういうの。なんか自殺者が多いんだって。その自殺した人の霊が出たりとか、海軍の殉職者の慰霊碑があって、でも慰霊してそるからの人の霊も出るんだって。その慰霊碑触っちゃダメらしい。取りつかれちゃうって。でも慰霊碑ってさ、祀ってるわけだから別に悪いものじゃないよね。まあそうだけど、触らない方がいい。オッケー。謙虚に行きましょう、ここは。オッケー。正直俺あんまりもう行きたくないけど、この島。
そういうエピソードってどこでもさ、釣り場作りやすいからできちゃうもん、誰でもできちゃうから。一応でも観光スポットではあるらしい。このクーラーをさ去年入れたんだけど、その前の車中泊だと考えられないぐらいの快適さじゃない？快適そのもの。何が言いたいかっていうと、このクーラーを設置して本当に良かったっていうことです。ただし連日の悪天候でソーラー充電がもうあんまりされてないので、移動も結構そんなしてないじゃん今回。 45% っていう、マジ？もうね、このバッテリー搭載して以来初めてのこの低レベル。前代未聞。うん。おやすみなさい。おやすみなさい。これ私のやつだよ。あ、こっちが俺。うん。どんなやつ？コインランドリーに行きたいっすね。かなり溜まったね。あれから一晩冷房つけて、なんと 36% になって、こんなの見たことないし。素晴らしい。バッテリーをこの使ってる感が出てきたよ、やっと。やっとね。やってなさそうだね。よろしくお願いします。この先通行禁止になってるね。じゃあこの辺でやるか。そうだね。オッケーオッケー。移動移動。うん。魚に優しい釣りでしたね。釣られたやつがおらんからな。うん。この近くで湧き水を確保して、その後コインランドリー行って昼飯。あと今10時5分。寄せるしかないな。あれだあれだ。よし、後ろのタンクも満杯だ。めっちゃ冷たいよ。ほら、ペットボトル汗かいてる。うん。おお。全く癖がない。村上59キロ出た。おお。南下してきてる、近づいてきてる。だいぶ新潟が近づいてきた。お疲れ様でした。バックで入った方がいい。ニンニク入りですね、これは。はい、ニンニクも入っております。これは何ですか？こちらはパスタ風焼きそば。パスタにしか見えないよね、これ。うんパッと見。いただきます。今日の予定が定まりましたよ。まずね、俺の要望としてはね、サップ釣りがしたいんですよ。
結構この根津ヶ関ってところがいいっぽいんで、明日の朝根津ヶ関でサップ釣りをする。でそのために今日は根津ヶ関で車中泊する。このマリンパーク根津ヶ関で、ここの周辺に風呂はないんだけど、そう今調べたら道の駅厚みにコインシャワーがあるんで、マジでありがとうございますそう完璧やん。完璧なプランができた。道の駅コインシャワー結構熱いよね。ありがたいね。サービスエリアもさそうだけどさ、ありがたいです。ありがたいですね。200円で済むし、温泉入るより安いじゃん。お短い。ー、短いね。大人気道の駅じゃん。ああ、多分なんかいろいろ。104ワットソーラー充電中。あれね、ドライヤー持ってった方がいいよ。コンセントあったから。あ、オッケうん。ー。夕飯の買い出しです。村上市。村上市。ってことはもうここ新潟なの。根津ヶ関はでもギリギリ山形なんだと、この後ねぐるって戻るんだ。ああ、なるほどね。うわ、ヨットハーバーみたいなのがあった。すごいね、なんか葉山じゃん。葉山みたい。キャンピングカー。こっちがいいかな。着いた瞬間に俺偵察行ったんだけど、釣り場に。その時にもう帰ってきた人がアジ釣れたって言ってた。これは今日の山形の湧き水で割った。あ、水今日は出しとけばいいんじゃない？酒用の水と大好きだからね、俺らウーシャンフェンが。結構別に炭酸じゃなくてもうめえわ。水割りってことだよね。水割りだね。ウーシャンフェンナス豆腐炒め。ドン。食べ進めるとこの下からゴー玉が現れてね。熱々のご飯に生卵ぶっかけるのが好きで、ほのかに固まってんだよね。めっちゃうまいこれ。あ、よかった。うん、めっちゃうまい。とりあえず拭いた。いや、もう終わりにしよう。もうすぐ7時だしさ。うん。もう終わりで、終わりだな。即興の2個浮き。無理やり浮かせる仕掛け。サップのフラッグがないので作ろうと思うんですが、今日は久しぶりに雨が降らないね。今日は幸いにも涼しいんでね、もう冷房つけずに寝る。サブバッテリーさんは 38% まで落ち込んでます。今日の傾斜はこっちが下がってるからこっち頭。おやすみなさい。明日は4時半に起きてサップ釣りをついにやる。
早起き成功。ほらおう即興のやつやな。超適当に作ったけどさ、いいじゃん。お、結構どん深だここ。どん深だからエントリーしやすい。波がなくて。基本的には近くで釣りしよう。2人とも流れとか分かんないからさ。沖に1人カヤックが浮いてるの見えたから、その人を指標にすれば一旦いいと思う。沖に流されるから気をつけて。お、来た。なんか来た。おっしゃ。結構でかい。おお、本命。やばい。よっしゃー。高級魚釣れた。やばい。やったー。これがキジハタってやつか。おお、でかい。30センチ以上ある。うーっしゃー。かっこええ。やった。嬉しい。一瞬根がかりかと思ったらお魚だった。おお、来た。食った。おお、マジ。おお、なになに。こいつは走るな。サバっぽい。あ、稲田、ワカシ、青物だ。ワカシだった。ギリ稲田かなこれ。やったー、2匹目。今稲田に針曲げられたから帰った。大きいワームぶっ刺した。お、食った。食ったぞ。青物っぽいな。一回当たり合ったんだよな。根魚ではないな。おお、マダイ来た。マダイ。マダイだ。やばい。やばいの来た。やばい。やばい。やばい。マダイ釣れた。やばい。やばい。今までの坊主が完全に報われたぞこれ。やった。うわ、美しい。おお。ダイソーのワームで
あ、針がかりえぐ針曲げられたわまた。何この高級魚オンパレード、大変なことになっております。マダイか、人生2匹目、1年ぶり。今日ベイト湧いてんのかな、もしかして。いやーもう根津ヶ関大好き。根津ヶ関最高。今6時15分だからそろそろ風が強くなってくるんで、あと10分20分で終わり。大変なことになった行くよ。トゥン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 。マダイが一番でかいかも。ただこれあれだ。生きてる、すごい生きてる。あ、このまま血抜きしてやるか。これサップの上にあげたら穴開いちゃうから、そいつらトゲトゲだからさ、これをはめて。マジですごいわ。こいつやばくない？やばい。プリップリだよ。わーすごい。あ、大丈夫だ、大丈夫だ。いる危ねえ。だから外してなかった。外してなかったよ。ああ、びっくりした。こいつリリースしちゃったかと思った。いや、すごい綺麗やね。立派、めちゃでかいやん。一緒。これで海につけておけば。ハティこいつかわいい。こいつ俺初めて釣ったのからめっちゃ嬉しい。イエーイ。イエーイ。30センチオーバーかな。いい。生地張った。あ、やばい。やばい。やばい、サップに穴開いた。これさ、血抜きもういいからさ、やばい、サップに行くべきだよ。今行くべきじゃない。まだタイに穴開けられうん、たうん。今。マジ？そう、帰ろう。じゃあ帰ろう。今緊急事態が発生した。タイに穴開けられた。また穴開いた。おめでとうございます。本当におめでとう。あ、こいつ生命力すごいから。全部いいやつだよね。とりあえず冷蔵庫にぶち込む。5度。7時期間。いやー、やっちまった。魚さばきたいんだよね、なんかね、マダイもめっちゃ嬉しいんだけど、キジハタが一番嬉しい。初めて釣ったから。綺麗やったね。やっぱね、初めての釣る魚って本当に超絶嬉しいんだよ。特別。一生多分忘れないもん。なんかさっきよりすっきりした。水を汲ませていただいて、私も釣りたかったよ。最初からワームやってたら多分海子もなんかイカは全く人気なかった。すごいとこだね。好きになっちゃっただろうね。ホームポイントにしようか。通っちゃう。久しぶりに晴れたね。ね、冬に来た。意外なところに来た。今日は魚さばいたら南に行こうと思ってたけど、あまりにもこの環境が気持ちいいからさ、止まる。
そう、泊まろうかって話にしてたね、今ね。今まだ10時過ぎなんだけどさ。うん。すんげえ大量。滝太郎。食べてるなっていう話だけどな。あ、ヒメマス話してるのいなくなるんですか？ここの池にいるんですか？ここはニジマス。あニジマス。あ。どこにいるんですか？大鳥区山あ、大鳥。大鳥区まであー2時間も歩いてや。2時間半か3時間。悪いけどタケこんなにこれでや。うるあんだけども、うねていいからお客さん自分の好きな人にあげろってくれて。ありがとうございます。タケつけして。ありがとうございます。ありがとうございはいます。足りない時まだ会議の会議で。ははーい。い。一泊2000円です。安すぎる。ただシャワーがないので、そうなんだよね。後ろのタンクで水シャワーあるよ。うん。ロープの外側でお願いしますと言われた。若干怖い。怖い。でも結構綺麗。最高じゃねえ、最高。なんか気持ちいい、超気持ちいい。あ、なんかちゃんとこう舗装されてる場所がある。マジ？すごすぎん？あえて車を太陽の下に置いてバッテリーを充電する作戦でいこう。46% だね。まあだいぶ増えてる。ただ今太陽のおかげで199ワット発電してる。今10時53分だからだいぶ充電すると思う。これからこの木の下をキャンプ地にしよう。最高だよ、これだよ、これ。桃源桃源郷。いやもうここで座ってぼーっとするだけで十分だわ。ありがとう。餃子な。今なら何丼でもうまいっしょ。何なんでもうまいよ。涼しいしね、ここ。涼しい。は乾杯。山形ありがとう。山形最高これ。は庄内豚。車内では IH だけどさ、やっぱこういう時のためにこのガスコンロは必要だね。するね。完成。いや、焼きそばって本当に優秀。焼きそばの魅力に最近気づいたよね。気づいたね。いただきます。バン。いただきます。うめえ。鳥の鳴き声やばいね。なんか疑問系じゃないこれは。川があんじゃん。めっちゃ綺麗じゃん。入るか。あの辺緩やかでいいよ、多分。めっちゃ冷たいよ、これ。うん。これシュノーケルしないと。魚いる？くめた。これだよ。本当に綺麗。マジ？予約お願いしたいんですけど、2食付きでいいですか？泊まるときは。あ、わかりました。じゃあお願いします。イエーイ。こういう時に
鱗取りが欲しいのにこういう時に限って鱗取り。そして包丁の切れ味もいまいち。うわ、身が白い。この肝とかうまそう。スペシャルゲストマダイさん。マダイは鱗がやばいから。ボトルのキャップでいけるんだね。そうよし、冷蔵庫へ。久しぶりにガスコンロでお湯沸かす。バッテリー節約のためにさ、今 49% まで上がってるけど、刺身とあら汁にします。もう余すところなくいただこうよ。すごいね、骨が。この関節に入れればスパッと。あ、本当だ本当だ。よしよし、ペラーン。あら汁の出汁になります。あら汁要因。そういうやばいことだな。目の前にずっと虫がいる。虫が。これはキジハタさんなんとの身です。うわ、鱗が結構残ってた。さばく前にこの背びれ沿いの鱗取らないとこう包丁入れられねえから。これ使いましょう。あ、そうだね。ちょっと不格好だけど。いいんだよこっち側いい感じ。この身やばいよ。やばいこれはね、うまくさばけた。でーん。すごい綺麗。こっち側、これは皮も味わうからムニエル。湯が沸きましたので、あら汁選抜を投入します。うりゃ山形の湧き水であら汁。あ、入れたい。これがキジハタの皮。湯引きというやつだ。あ、そこで一緒に切っちゃってくんね。じゃあ切る切る。多分イノシシとかを追漁師さんかうための、イノシシをビビらせるためのやつだよ。ああ、夕暮れ前にね、威嚇射撃してみる。ああ、いいね、いいね。いただきまーす。なんか綺麗。あ、うまい。綺麗だよ。うまい。コラーゲン感。コラーゲン感ある。やばい、最高の酒のつまみや。そうこれもらっちゃったやつね。そう、管理人さんからいただいた。焚き付け。マジでありがとうございます。ありがとうございます。こんなにたくさん、これいっぱい使えるよ。これ炭に移るかな。これを足していけば多分炭にも着火できる。もういいよ。朝からのんびりさ、同じ場所でずっといてさ、2ラウンドぐらい飲んでさ、あ、俺太鼓さんじゃないですか。これさ、なんか置き場が聞きれないね。切れない。しかもこれ、まあこのいぶす感じで。うん、僕のコラボレーション。だいぶシューフルな。うまそう。何これ。これいこう。うわ、ドブロックすげえ。トロットロじゃん。お母さんにお土産と思って買ったんやけどね。そうだね。ちょっと合いそうなんで飲みます。いただきます。いただきます。食べたい食べたい。じゃあ俺も一口目キジハタさんからいこう。いただきます。いただきます。プリップリ。タイ。これタイだな。あー、もうタイは期待通り。なんかこう食べ比べるとやっぱ食感の違いとか全然違うね。食感が違う。キジハタの方がなんか締まってるっていうかプリプリ。固め。うん。そしてスープ。薄味のプラス生姜で完全に決まってるね、このスープ。ちょっと俺じっくり。うわ、カメムシだ。カメムシ。うーまっ。
なんじゃこれ。なんかさ、いちいち身が締まってるね、この人。完全に生き様が味に出てるの。すべて表現されてる。そう。大変です。うわ、大変です。大変です。カマ焼けてんじゃん。そんな外側のも焼けてんだ。あ、超いい感じ。裏返そう。こっからすごい大量の肉が取れることが分かっすごいすごいすた。ごい。1ミリも無駄にしないよ。しないしない。やばい。仕上がったね、俺。仕上がったよ。完全に仕上がったよ。あー、完璧。うわ、トロって出てた今、トロって。これはすべてタイのカマと腹骨と頭か。ねえ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 、私この腹骨食べたい。俺頭食いたい。頭っていうかこの目玉食いて。プリプリ目玉。炭火でじっあ、くり。すっごい。すっごい、何す。あった。いただきます。さばくときに目がプルプルしてたじゃん。うんうん。それや。うわ、めっちゃ肉入ってる。これっすよ。顎とか頬肉も詰まってるから。ここに来て酒田納豆が登場。あ、白いねこの納豆。うん。俺まだサラダ一口も食ってなかった。絶対映んないけどね、そこにホタルが飛んでる。そう、綺麗。絶一匹だけ。絶対映んないけど。やっぱり暑いんで。だからといって外は涼しいので。そう、外は涼しいよ。こいつで寝る、デビューする。ただこれ多分開けた瞬間に虫が入ってくるの。入ってくるよね。ぶん回した状態で装着しよう。虫を牽制しながら。だからこれで虫が入る隙は与えず。これどう？ OK。あ、涼しい。そんでもっ涼しいてです4連発動ですよ。これ虫がこっからさ、多分入ってこれないと思うんだけど。このシュンシュンシュンってこの回ってんのをすり抜けて入ってくることは。虫切り刻まれるよね、ここに入ってくる。今なんか。なんか飛び込むじゃん。するとバーってなって死体の状態で入ってくるか。一旦これで様子見や。こっちから吸気してこっちに排気するシステムで。ああ、蚊がいた。虫入ってきてる。もしかして風の流れ多分できてるよね、もう。できてる。あ、さっき28度台だったけど、27.6 度で今。もう下がり始めた。今また行ったよね。ほら、ここに登場してる。ほら、屍が。蚊だよ。蚊の屍が量産される。見てたらさ、衝撃決定的な瞬間が捉えられるんじゃない？捉えられるかも。でも結構ね、この虫が外からピシャってなって、ここにポトって落ちるの、蚊が。ほんとクーラーの風レベルに涼しい。あ、これ今入ってきた。これじゃね？ねえねえ、今入ってきたよ、普通に蚊が。これじゃない？これっしょ？これじゃない。今生きた蚊が入ってきた。嘘。なんかうわーって傷つきつつも生還してた？生還してピューって飛んでった。マジ？あ、今そこ飛んでるやつだもん。生還できる？これここ通って。なんかでもさっき生還してたよ。あ、ねえねえ、この輪ってさ、ほら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 、入ってきた。入ってきた。マジで大丈夫？これどうする？やばい。あ、倒した。これ生還できんの？これを。ねえねえ、枠とファンの間のこの狭いところ。でもほら、大部分はこれ屍として入ってくるんだよ。ピシャッつって。あ、こいつ屍じゃない、気絶してるだけだ。ほらほらほら。これやばいかな？これやばいって。どうする？やっつぶすね。蚊のたまり場になってきた。あ、ほら。今私ここ入ってきたの見た？ちょっとほら。生きてるね。こいつさ、これさ、気絶してるだけだよ。多分しばらくしたら動き出すよ。ちょっとピクピクしてんじゃん。握りつぶすね。防虫ネットを張っておくべきだった。あ、今貼るわ。貼る。見て。急ごしらえの完全武装した。
はまったはまったどうはまったはまった。ネットが入った分この風の威力が弱まったけど、うん。よしとしよう。めっちゃ涼しいよ。電気消せば多分入ってこないと。仮に入ってきたとしてこのベープが充満してるので無力化されます、虫は。それではおやすみなさい。やばいよ、雨降ってるよ。めっちゃ雨降り始めた。うん。まあ雨対策は別にしてめっちゃ涼しかった。もうずっとオフにしてた夜結局。うん、向こうの排気がオンになってるから、これオフにしてもこう風入ってくるんだ。あ、本当だ。うん、それで十分すぎた。うんうん。私一つ気づいたことがないんだけどさ、うん、今日あ、それあれ3時間かかるっしょ。そうしてた。あうん、あ、雨すごくない？雨やばいね。こんな予報だったっけ？とりあえずこれ片付けよう。ベッドメイキング完了。今日は佐渡に行きます。なんで、新潟のフェリーターミナルまでここから3時間かかるので、今6時47分なんだけど向かいます。はい。山形今回結構がっつり行けたね。がっつりいけた。でもいいね。いいね。山形。山形いいよ。あ、ここから村上市。今日は鮮魚センター行く必要ないから。今日は俺が鮮魚センターだから。もうよう喋るね、ほんと。ここだー。来た。まず券を買わないとね。おはようございます。いらっしゃいませ。お車ごと佐渡島行かれますか？はいありがとうございます。ちなみにお客様ご予約ってありました？ないです。なくても乗れちゃいますんでご安心を。じゃああ奥の方に係員いますんで、はい、止めてもらって、はい佐渡行きで間違いないですね。他のじゃないです。佐渡です。であと車検証持って窓口でどうぞ。佐渡行きー。めっちゃ空いてそう。山形の山奥から新潟港に着いて 43% が 59%。 腹減ってどうしようもないんで今お湯沸かしてこれを食べちゃいます。ラーメンもうまそうだけど今ラーメン食ったからご飯が佐渡の形してる。やったね。巨大平正を仕留めたいんですよ。平正と僕の縁はまだ1回だけ見ただけ。足元まで泳いできたのって去年見たんですよ。ここで佐渡で。その時はもう本当に初めてその釣りをしたの。釣り竿とリールそのまま持ってきて宿で開封してそれで使ったんです。そうだったね。本当に初めてだった。そうだった。その後ね、千葉とか伊豆で何回か去年やってちょっと経験値上がって草取りベンチ明日。久しぶり。この温泉かなりいいよ。いい。前回来た中でベストじゃなかったっけ？
右一歩。バイバイ。このダイソーのノブ持ってくれる？あ、お願いします。あ、で、これを、大体整った。あと、水とカップラーメン。ここの辺に行く。佐渡のここの辺。あ、間違えた。おお、急に薄くなった。あそこいうの多かった。先端に近づいてきた。大野亀。このガメだ。あー、すごい。あららら。着いたー。絶景スポットで夕食。なんと 68% まで回復したサブバッテリーが。昨日カツオがゲットしたタイ。身がふわふわだよ。すごいよね。もっちもちだよこれ。あ、美味しそう。やばい。わーい。繊維と直角になるように。鳥の鳴き声もいい。いただきます。これ絶対うまいよ。うまい。一日置いたタイの身。うまい。こ美しい。う、うん。芸術的。ありがとう米。タイ丼だ。今自慢用の写真撮って。いただきます。どうです？史上最高のムニエル。タイ独特のうん。もっちりした感じが出てる。タイとキジハタどっちがうまい？私キジハタも結構好きやったよ。あと皮が好きやった。タイかキジハタかっていうと、俺はね、ちなみにタイ。そう、つきがたいけど、私結構プリッてしたの食感があるのが好きだから。あ、そう、わかる。海子ね、メバルの刺身も絶賛してたもんね。だから私結構キジハタが好きかな。うん、出た。ここに全てが凝縮されてるから。締め。これで締めよう。でかいよね、蚊のでかさ尋常じゃないよね。明日のフィールドに移動だ。から約10分でマサラ川漁港。うん。今日はもうそこに移動して寝る。寝る。もうさっきのトイレで最後のトイレを済ませたんで、俺ね、明日4時集合だから3時半ぐらいに起きるわ。やばいな。ついに来たか。ついに来てしまったとね。ころまで。あ、綺麗空。もうすぐ8時なのにまだちょっと明るいのすごいよね。そちなみにトイレはありません。う。トイレがしたくなったらポータブルトイレしかないです。夜の8時でこの明るさすごすぎる。よし、これで昆布締め完成。明日味わいます。こちら。うまっ。俺明日の準備なんだけどさ、ほぼ食い物に見えるね。朝の4時から夕方の4時までだからさ、食べ物と飲み物ないとやってらんないよね。今日のサブバッテリーは 65% で着地。
30% 弱増えた。で今日さもうエアコン使わないから換気扇で十分涼しくなってるからバッテリーもセーブできる。明日は3時半起きなんで寝ます。3時36分。他の渡船屋さん頑張ってください。おはようございます。あ、一番沖のところですか。おお、やった。ここで10時にもう一人来るから、その時まだ一人乗るし。わかりました。あんた名前なんつうんだ。です。来たな、そういえば。大きい車で。大きな車で来ると、サブ線高いだろう。高いです。片道で26,000円です。サブ線高くなったから。でもあれ車でも寝れるんで、宿代とレンタカー代考えたらトントンかなって思ってるんですけど、佐渡大きいから車必要じゃないですか。鳥が飛んでる。鳥いますね。ありがとうございます。あ、持ってます。じゃあまたよろしくお願いします。懐かしいな。一番このマサラ川漁港から沖にある磯。うわー、あそこ鳥がいっぱいいるな。去年はもう本当に初めてで、あっち側に投げてたらヒラマサが目の前まで泳いできたんだよな。今年はそいつを仕留めたい。朝4時から午後4時まで投げ倒す。これからまだ上げてくるんだ。前回あの辺まで行けたけどちょっと波かぶってんな。ドラグはもうフルロックで行こう。お、なんか食った。これなんか食ったのか。あれ。おお、キジハタが釣れた。ジグでキジハタが釣れた。ヒラマサじゃないけど嬉しい。マジか。いいサイズ。
港で何が釣れるかちょっとチャレンジしてみようと思います。ダイソーのワームを投げてみます。ワームはダメそうな気がしたんで餌釣りに切り替えます。いや、そこにヒラマサ泳いでる。マジか。ちょっと待って、多分今その辺で小魚が逃げまとってる。そこの根の下をヌーンってでっけえヒラマサが通ってったよ。これはジグ投げてる場合じゃないな。今ヒラマサ見えたんすけど、やってますね、あそこ。届かないな。でもでね、昨日昆布締めにしておいたキジハタです。なんか美味しそうだよこれ。これキジハタの皮なんですけど、この前食べたら美味しかったんで、これもちょっと料理に入れてみようと思います。うまそう。キジハタ定食。タツノカップラーメン食べてる時になんか申し訳ないけど、ちょっと贅沢やね。いただきます。あ、昆布の出汁入ってるな。キジハタの皮スープ。これもプルってして美味しい。昆布ご飯。やばいっすねこれ。いやー、びくともしない。ぶっちゃけこの距離でこうなるんだったらあれですよね。50m 60m 先で潜られたらまあ出ないっすよね。これ無理っすね。すごっ。うわ、あ、やべえ、外れちった。さらに奥に入って。え、林さん来たし。やべ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 やばい、外れちった。店長、ギャフありますか？あ、引っ掛けるの借りたいです。ありがとうございます。これいい。取れねえ。泳ぐきた。いやマジか。ある意味バッチリですよ、取れたが。どっか行きました？あ、尻尾がひらひらいってますね。ノーあ、こんにちは。プロ。はい、お風呂すぐ入れます
よ。あ、すぐ入りたいです。どうぞどうぞ。A は上。あ、はい。2階の上3番です。はい。ハロー。もうね、最悪の事態よ。どうしたの？生地旗を逃してしまった。水たまりにストリンガーかけて入れといたの。そしたら回収しようとしたらもう潜って全然取れなくて、引っ張ったらストリンガーがぶっ壊れて、で俺水たまりに潜って死ぬほど頑張って取ったの。その後船に乗せようとした時に落としちゃって、そのまま海に帰ってった。そう。もね、全部自分でセルフなんです。はい。いただきます。いただきます。ドライか金鶴か悩むけど金鶴かな、ここは。加藤酒造店の。この前もこれ飲んだね。飲んだ。おかみさんが覚えててくれて嬉しい。オプションがうまそう。やば。生地旗なんなんだよマジであいつ。いやね、とんでも。あ、いただきます。これさ、飲むしかないでしょ。飲むしかねえ。俺ね、潜ったんだよ、水たまりに。潜りまでして。でもね、俺生地旗の凄さを思い知った。すごかった。想像の100億倍すごかった。穴の中に潜って、俺手突っ込んで抜こうとしても全然動かないの、抜けないの。バイバイ。そこに最初にアオリイカね、これついてるでしょ。耳やなんか足とかね、そういうの入れて味噌汁。ああ、大好きです。ひるか、酒がうめえ。ありがとうございます。はい。コーラいただいていい？コーラ、はいどうぞ。ありがとうございます。これとかね、すごいんだよ、ここの飯。イゴ練りの記憶ないけど、これがイゴ練り。このイゴ練りはスーパーで買ったやつとなんかちょっと違う。なんかこのすごいさ、繊維みたいなのが入ってんじゃん。ごちそうさま。最高です。もう30秒で寝れます。綺麗。こんな景色ないよ。生地旗の悔しさももう風呂と飯と酒で吹っ飛んだ。マサラ川、いいとこです。このね、田んぼもね、渡船の林さん、民宿と渡船と漁師と田んぼ農家全部やってんの、すごい。お、熊野神社。夕飯のメニューがここから選べて、電話では魚かお肉かって聞かれて魚って言ったんだけど、厳密には7種類ある。7泊しても毎晩違う夕飯食べれるってことだよ。あれ夜釣りのタイの人たちだ。超過帰国かな後で。俺は昨日一番沖の磯にいた。これがうまいんですよ、このおにぎり弁当が。ただのおにぎりではない。そう。バイバイ。はい、また。パパとできないからやっぱりそうだよね、人間もね。ありがとうございました。はい、どうもどうもまた。はい、ありがとうございます。わかりやす。さっきまでいたところが。一番右のポチが昨日の。はい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 。この一番。多分次来るときは原付かボンゴ。ボンゴかな。ボンゴちゃんいいな。だってキャラバンで佐渡汽船往復5万かかるんだもん。5メートル以上6メートル未満になっちゃうんだよね。ボンゴちゃんでさらに沖縄の渡船一緒だった人と聞いたんだけど、佐渡丸クラブを通して予約すると数千円安くなるって、まあいろいろ条件はあるんだけど、釣りの後に宿に泊まるっていう作戦は大正解だね。
前回は釣り5時までやって、その後まあ風呂は入れてくれるからそれも助かるんだけど、その後1時間かけて移動して夕飯ってなると相当きついからね。そうそう、負担がね。確かに魚拓がいっぱい飾ってある栄光、これですよ。かわいい。かわいい、やばい。あ、南蛮エビまた売ってる。イゴネリやった。そう。佐渡名物。最後のバター餅。そう、ロッククライミングの良かったところ。炊事場があって。リールが折れて一周。一周したんすか？そう一周してきて、でまた両津戻って、はいはい。でまたこっちに来たんですよ。外海部の方行きました。行きましたもん。ああ全部行ったんですけど、なかなか何も出なくて。僕も昨日民宿泊まって都船で沖磯行ってたんですけど、何にも。そうっすよね。もう時期がちょっとあれなんかなと思いつつ、なんか最近釣れてないって言ってました。そうっすよね。超過調べても何も出てこないんですよ。昨日はアジを唐揚げにしたりして、ああ、いいっすね。そうですね。食費を出してツイッターとインスタやってるんだ。見てみよう。ちょっと一旦お昼でお弁当を食べます。林荘の弁当。バーン。これ朝握ってくれたんで。そう。だから出発の時点でまだあったかかった。うん。やっぱこのきゅうりわさび風味ついてるよね。あ、昨日の夜もね、出てたね。昆布だ。これお肉とピーマンかししとうじゃない？なんとサブバッテリー 86% まで回復した。林荘に止めてる間にソーラー充電されて、ここに来るまで1時間ドライブでこうなった。塞がってませんでした。音がしたね、漏れる音が。うん。二人乗りやばい。あんま沖に出過ぎないようにしよう。どうしよう、そこで根がかりしたら。あれ結構深い。反応あり。反応してる。え？あ、俺のじゃね？俺のワームだったね。いや、これえぐい引っかかり方してるわ。こんな楽なサップ釣りは初めてだ。ただ釣りしただけ。あと移動はもう座ってるだけ。海子渡船だ。お金払わないとね。梅崎っていうところに無料のキャンプ場があるらしいので。佐渡って無料のキャンプ場が多いのがね、素晴らしいんですよ。だから高額のためにちょっと見ておこうと思って。いや、これ無理でしょ。姫崎キャンプ場にはキャラバンでは行けません。だいぶ狭いのこれ。ああ、なるほどね。サイトとしてはかなり気持ちよさそう。めっちゃ場所としてはすごい気持ちいいね。この道をキャンプ道具持って運ばないといけないからちょっと厳しいなこれ。しかもなんか磯に降りれなくなってるから釣りキャンプもできない。バイクが入れればカブで来た時に使えるかなって思ったけど、バイクも入れないと。松ヶ崎キャンプ場、これが炊事場。結構いるね。サンライズ城ヶ浜、日帰り入浴1時から8時半。ほんじゃあバイバイ。サウナ水風呂付きでなんと大人1人500円。ちょっと薬草っぽい匂いのしたいい感じのお湯でした。タコタコが立ち入り禁止になっちゃってる。タコが関係ない。
タコじゃねえや、滑り台があ、立ち入り。滑り台。なんか来た。これはアジーアジー内側にいた。ダイソーのサビキに食った。ほい。今日スーパーで買ったイゴ練りを使います。もう平べったいのがこういうロールされた状態になってて、それを細く切りました。サラダにのせます。カツオが釣ってくれた稲田で夕食作ります。ソース作ります。粉状の黒糖ですねとおろし生姜と醤油。今ソースをかけました。取れてなかった。夕飯ができたんですが、達夫がなんか今アジが爆笑してるらしくて、もうちょっと釣りしたいって言うんで先に食べようと思います。稲田の生姜醤油ソースとイゴ練りサラダいただきます。稲田いただきます。うん、うまい。ナス味爆笑いいな。おお、いるね。アジー。お、食った。あ、外れた。お、でかいでかいでかいの食った。これはバラしたくない。おお、2匹。おお、でかいなこいつ。ジグに食ってるし。よっ、最後強烈なの来た。あ、2匹。おお、でけえ。尺いったんじゃないこれ。尺はいってないけどでけえ。もう食べ終わったん早っ。はこのトイレの外にある外水道が非常に助かります。おー、稲田ちゃん結構美味しかったよ。4日ぐらい熟成したからね。うん、全然匂いしなかった。美味しかった。あ、豆腐入りだ。イゴ練りも入ってるんだよ。お、イゴ練り。稲田ちゃん懐かしいな。これ釣ったの山形だよね確か。うんうん。何焼きこれ。これは生姜醤油ソースで味をつけました。うまい。結構うまいよねこれ。うん。そしてナス、稲田丼。私はちょっと散歩してくる。はい。
ただきます。うん、まだ身が生きてるわ、これ。あ、アジ食べた。うん、いる？いる。あ、綺麗。2杯目余ったからどうしようって思ってアジさばいた。うまっ。めっちゃうまい。数分前に釣ったアジよ。うん。日帰り温泉あったじゃん。そこの鍵持って帰ってきちゃったの。持ち帰らないでくださいって書いてあった。じゃあ今から返しに行く、これ食ったら。あ、いい。着いた。あ、これが炊事場ね。暗いけど。ね。なるほどなるほど。いいじゃないですか。今日は雨気味なので換気扇じゃなくて冷房を入れよう。駐車場があってここにキャラバン止めてってその横にキャンプサイトがあったね。こいつが最大のアジだ。でかい。さっきのよりだいぶでかいね。これ大きいアジ2匹分、これはその他のアジ全部大量のタンパク源を確保できました。素晴らしい。大きいの2匹分は刺身にするけどその他すべてなめろうにします。まな板が大丈夫かなこれ。これ楽しい。右手が疲れたから左手でやってる。これでもう満載だよ。満載だもん。しばらくなめろう三昧だな。いいキャンプ場でしたね。ここはね結構良かった。うん、よかった。こんにちは。イタルを買いに来ました。ヘンリー。こんにちは。1年ぶり3度目か4度目。イタルの生のやつってありましたっけ？あ、それだ。イタルの生の純米と純米吟醸1本ずつ。これもしかして試飲マシーンじゃない？試飲できるようになるのかもね。この酒は日本古来の嗜好品で百薬の長と言われています。ありがとうございます。来た。味と一緒に。辻さん用意な。それはゴミ。生ゴミはね冷蔵庫に入れておいたら腐らないまま保存できるから。早かったな。早かった。あと一瞬だった。いただきます。岩のりそばと海藻そば。うまいでございます。帰りは時は丸。真っ先に展望ラウンジ。
だ。この酒本当にうまい。最強クラス。水とか津と同レベル。いつかこれをね、平正と一緒に食うのが飲むのが夢。それはいいわ。自転車で日本一周してる青年とかさ、何日もさ無料のキャンプ場に泊まり込んで平正狙ってたじゃん。狙ってた。ああいうスタンスじゃないとそうそう釣れないんだよ。そうだよ、なんか強運の持ち主じゃない限り。他にもなんかね、聞いた話だとジーソのところに車中泊で2週間もいて全く釣れないけど粘ってるみたいな人もいるらしいよ。すごいな。それぐらいしてやっと釣れるぐらいの魚だから、でっかいのは。俺もなんか釣ったことないのにいきなりでっかいの狙ってるからね。すごい低い確率の掛け算になっちゃう。まずかけるかどうかっていうところまでと、かけてからゲットできるかどうかっていうところ。やばすぎるな。そうなんよ。そういえば今日は猛暑日らしいんですよ、関東の方は。何？38度だって。なんかね、どっか38度とか36度とかの場所があるらしくて、東京は33度ぐらいらしいんだ。谷田さん30度。そこそこ暑いよ。まだご飯が来ないからちょっと早めにできちゃうな。いいよ、もうちょっと。俺飲んでるから。平正に至る酒。至るってそういうことだから。だって至る。今めっちゃ頭打ってたよ。目標があってそれに至るっていうことだからね。これ飲むしかないでしょ。稲田に塩とカレー粉をつけたものです。完成に至る。まだまだ。なかなか思いつかないよこれ。カレー粉とさチーズ、そうね、魚をやるすごいよね。これは至るに合うよ。この考えに至ったきっかけはなんかイエーイ。セルフもう乗せちゃおう。乗せちゃっていいよね。ここに穴掘ってさ、いただきます。どうぞ。月見なめろう丼。うめえ。最高です。稲田さん。これ絶対うまいわ。ちなみにね、これね、焼いてもうまいらしい。めっちゃ気になってる。家で持って帰ったら焼いて食べてみよう。いただきます。うまっ。佐渡の味と佐渡の至るで、これもう完璧すぎる組み合わせ。